まずはこれ、ガソリン漏れてます。ガソリンコックのパッキン交換でしょうか。ガソリン抜いて。ガソリン抜いてる時間が暇なので、フロント周りばらします。このブレーキディスクが最近歪んだらしく、低速走行時にブレーキかけるとふにゃふにゃします。NSR50 の中古フロントブレーキです。ブレーキパッドはまだ大丈夫。外したブレーキディスクがこれ。平らな面で歪みを確認。ガタガタです。繰り返して反対側からも確認。この後手曲げで歪みを修正しました。動画を撮るの忘れてた。万力で挟んで歪みが取れるまで手でディスクを曲げただけですが、それでもしっかり歪みは取れるもんです。でも、しばらくするとまた歪みます。この繰り返しなんですが、それが良いのです。ガソリンが抜けたので、ガソリンコックを外して、自作パッキンに交換しました。インテークマニホールドのガスケットをつけてなかったので、マニホールドにオイル塗ってガスケット用紙に陰影つけます。用紙についた陰影にマジックで縁取りし、ハサミで大まかに切り出した後、ネジ穴を開けます。ポンチがあると楽ですね。真ん中の穴を開けたらほぼ完成。この後、フィッティングしながら、穴の形を整えました。次に、シリンダーのスタッドボルトが伸びてしまったので交換します。何度もシリンダー取ったりつけたりすると、スタッドボルトは傷みます。これは他の車両から拝借した中古品は使えないので新品です。スタッドボルトを外すとき、やっぱり簡単なのはダブルナットでしょうか。外したスタッドボルトと新品の長さを確認します。2本目スタッドボルト外します。古いスタッドボルトが簡単に外れてくれてよかったです。新品のスタッドボルトをつけますが、これが大変でした。1本目はシングルのキャップナットでつけることができましたが、2本目でキャップナットが外れなくなりました。なので、ダブルナットを締め込み側につけて、キャップナットを外し、再度、ダブルナットで締め込みました。残りのスタッドボルトはすべてダブルナットを使い、締め込みます。気になったガスケットを撤去します。
シリンダーのガスケットがダメになったので、こちらも自作しました。ではまた。So long.